はい、今回はご質問いただきました音楽の長さに合わせてスライドショーを作る方法をご紹介していきます。以前に1分で作れるスライドショーの作り方というのをご紹介したんですが、その作り方を応用して音楽の時間に合わせて作っていく方法をご紹介していきます。まずこちらが今回使用する音源です。こちらは YouTube オーディオライブラリの音源です。音楽の長さは1分3秒となっています。この63秒の音源に対してスライドショーを作っていきます。まずこの音源データを After Effects に読み込みます。そしてコンポジションを作成します。新規コンポジションカット01で、スライドショーですのでフル HD サイズで作っていきます。 HDTV1080 19201080。そして時間は音楽の長さの1分3秒としておきます。そして音楽を配置します。音楽を再生する場合はキーボードの0を押してラムプレビューをします。こんな感じですね。ではスライドショーを作っていきます。例えばこの63秒の音源に対して写真20枚でスライドショーを作っていきます。まず写真素材を20枚読み込みます。そして1枚目から選択し、シフトを押しながら20枚目を選択します。ドラッグでタイムラインに配置。そして右クリック。トランスフォームからコンポジションの幅に合わせます。こんな感じですね。ではこの63秒に対して写真20枚を均等に配置していきますので、まず写真1枚の持ち時間を計算します。63秒割る20で 3.1 秒。この 3.1 秒が写真1枚の持ち時間となります。約3秒ですね。この写真1枚の表示時間3秒に対してさらに出現と消えていく時間を足していきます。例えば10個までフェードインしてきて3秒表示。そして10個まで次の写真に入れ替わっていく。といった形にすると3秒20コマとなります。ですので3秒20コマのところで写真をすべて選択し、コントロールシフト D、デリート。レイヤーの時間を3秒20コマにします。そしてアニメーションをつけていきます。S を押してスケール。ズームのアニメーションですね。をつけておきます。この感じとしておきます。そしてスケールを選択。コントロール C でキーフレームをコピーします。これを2から20にコントロール V でペースト。U で確認するとすべて同じキーフレームが打たれています。そして01を選択。シフトを押しながら20。アニメーション、キーフレーム補助、シーケンスレイヤーを設定します。オーバーラップにチェック。このデュレーションが先ほど決めた写真の入れ替わりの時間ですね。10コマ。とし、トランジションを前面のレイヤーをディゾルブ。前面のレイヤーを10コマでフェードアウトさせるといった設定となります。これで OK を押すと、こんな感じですね。最初の写真は3秒10コマ表示して10コマでフェードアウト。2枚目から10コマで出現し、3秒表示して10コマで消えていくといった形となっています。これで音楽の長さに合わせたスライドショーができました。プレビューで見ていきます。0。ラムプレビューを貯めていきます。もう一度0を押します。こんな感じですね。最後の部分を見ていきます。
こんな感じですね。これで基本はできましたので、あとは写真の動きをアレンジしていきます。アンカーポイントの位置を変えて、ズームする位置を変えていく感じですね。一番見せたい部分に向かってズームしていく感じですね。こんな感じですね。こんな感じで簡単に音楽の長さに合わせたスライドショーを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。